今年2月、プロジェクトは歓喜に沸いていた。アメリカ最大級のカスタムカーイベント、スポコンハワイからのまさかの開幕。しかも会場のフロントに特設エリアを用意するという最高のお膳立てだった。そこから3ヶ月、必死の思いで最難関の通関書類 ATA カルネを勝ち取った。しかし物語はここから暗転する。運営側へハワイ上陸の準備が整った旨を記し、最終確認のメールを入れた。それから現在に至るまでの2週間、あらゆる手を尽くして連絡を試みたが、運営からの返信はない。輸送のリミットはもう目の前に迫っていた。この絶望的な状況を SW 黒沢と徹底的に協議した。そして一つの答えにたどり着く。たとえ連絡がなくても予定通りハワイへマシンを持ち込む。そしてイベント会場で主催者と対面し、直接交渉すると。展示できなくたっていい。相棒をハワイへ連れて行く。そう決意した時、ある大切なことに気づかされた。いつの間にかイベントに展示すること自体が目的になってしまっていなかったか？違う。本来の目的は現地ハワイのファンと交流すること。その方法としてイベントがあっただけだ。そして何より亡き M 氏の思いをハワイの地で果たすこと。たとえ小規模でも構わない。現地ハワイのファンと熱い交流を果たす。それが我々の決意だった。しかし覚悟を決めた我々の前にさらなる巨大な壁が立ちはだかる。輸送費用。正直詰めが甘かった。大手物流会社から提示されたものはコンテナ1台貸し切りでの輸送金額。それは我々の想定をはるかに超えるあまりにも多額の費用だった。万が一のために抑えていたもう一つの選択肢。懇意にしていた中古車の輸出入を手掛ける業者でのコンサイ便ルート。これなら費用は大幅に抑えられる。しかしそこには致命的な条件があった。船は香港を経由し、そこで貨物を積み足すために停泊する。上海での貨物の状況次第では8月29日のイベント当日に間に合うかどうかが極めて不透明になる。それはまさにギャンブルのようなスケジュールだった。悩んでいても時間は待ってくれない。コスト、時間、そして仲間たちの思い、すべてを天秤にかけ、我々はついに腹をくくった。何が何でもサイドマシンをハワイに連れて行く。そうと決まれば、ここからは1分1秒を争うスピード勝負。現在プロジェクトはすでにハワイへの長旅に耐えるための輸出梱包作業へと突入している。そして泣いても笑っても相棒を乗せた船は目前に迫る7月7日、あの七夕の日に日本を離れ香港へ向けて出港する予定だ。七夕といえば離れ離れになった織姫と彦星が年に一度天の川を渡って再会を果たす特別な日。まるでそのストーリーのようではないか。太平洋という大きな天の川を越えてハワイで待ってくれているファンのもとへ相棒が会いに行く。この7月7日の出港には何か運命的なものすら感じてしまう。最初の運命の分かれ道は7月9日頃、船が香港へ到着した時、そこで一体貨物の積み足しに何日間停泊するのか。この停泊日数こそがハワイ上陸の日程を決める最大の鍵となる。スケジュールはまさに薄氷を踏むようなギリギリの綱渡りだが、我々は不思議とワクワクしていた。これこそがドキュメンタリー、リアルな挑戦の醍醐味だ。ハワイ到着のめどが立てば、日本の仲間たちの航空券とホテルもようやく手配へと動き出せる。それと同時に現地のジョナサンや D 氏たち、頼れる海外チームとともに港からの引き取りやハワイ国内での輸送スケジュールを一気に詰めにかかる予定だ。スポコンハワイのイベント本番に無事間に合うか。そして最高責任者と直接交渉し、奇跡のステージを勝ち取れるか。もともとこのプロジェクトは
特別招待枠での展示として話を進めていた。現地の一般車両エントリーもすでに満員で締め切られており、普通なら主催者からの連絡が途絶えた時点でゲームオーバー、打つ手なしだ。しかし我々は諦めが悪いのが売り。バックアップとして一般のウェイティングリストへの登録を滑り込ませておいた。イベント運営からの連絡がなくても関係ない。枠が埋まっていたってこじ開けるまでだ。ハワイのファンが待っている。亡き M 氏の思いが背中を押してくれているはずだ。多分。もちろんこれは大きなギャンブルだ。船が上海や香港で足止めを食らい、8月29日のスポコンハワイに相棒の到着が間に合わない、あるいは参加できないという最悪のシナリオも当然頭をよぎる。物流の遅延リスクはこちらの力ではどうにもできない領域だ。もし予定が狂えば日本から大金をかけて海を渡る我々の計画は大きな軌道修正を余儀なくされる。だが我々の歩みがそこで止まることはない。そもそも展示することだけが目的ではないはずだ。相棒と共にハワイの風を感じ、現地のファンと熱い交流を果たす。その一番大切な原点さえぶれなければ、どんな逆境が来ようともそれを新しい最高のドラマに変えてみせる。だからこそただ天を仰いで船の到着を待つような真似はしない。現在プロジェクトでは万が一スポコンに参戦できなかった場合のプラン B の仕込みも同時に開始している。現地チームの協力を仰ぎながら別の会場の確保、ローカルなカスタムカーミーティングへの電撃参戦、あるいは我々だけで手作りする単独ファンミーティングの開催。やれることはまだいくらでもある。ハワイの地で待ってくれているファンのために、そして今も天国から見守ってくれているであろう亡き M 氏の思いをハワイの地で果たすために、どんな結末が待ち受けていようとも我々はハワイのどこかで必ず最高のステージをこじ開ける覚悟だ。男が一度やると決めた挑戦、何が何でも形にして帰ってきます。そして次回、運命の香港停泊日数が判明。果たして相棒のハワイ到着はイベントに間に合うのか、それとも太平洋横断の大勝負がいよいよ始まります。刻一刻と変わる現地のリアルな状況をそのままお届けしていきますので、どうぞお見逃しなく。皆様チャンネル登録と高評価、そして熱い応援コメントをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。マハロー。